こんにちは、さゆりです。今回は平成レトロについて話したいと思います。皆さん、和暦ってご存知ですか？和暦というのは日本の年号のことですね。ちなみに今は令和6年です。2024年は令和6年です。で、その令和の前の時代を平成と言います。平成は1989年から2019年まででした。平成元年、平成1年のことを元年と言います。平成元年から平成31年までありました。1989年から2019年まで約30年あるんですけど、この間で今生きている私たちが懐かしいって感じるのは平成初期ですね。1989年から2010年ぐらいが懐かしい、ちょっと古い、そんなに昔じゃないけどちょっと古くて懐かしいなという感じがすると思います。そういうものやことが平成レトロと呼ばれることがあります。この平成レトロという言葉は一般的な言葉ではないんですけど、日本人が聞いたら、ああ、なるほどねという言葉の組み合わせです。じゃあ、どんなものが平成レトロだと思いますか？皆さんの国にそういう、1989年から2010年ぐらいのもので懐かしいものはありますか？おそらく世界中で起こったコンピューター問題覚えていますか？生まれていましたか？その Y2K という問題がありましたね。多分その平成レトロはその Y2K の感じと、似ている近い感覚があると思います。私はその頃 Windows 98を使っていたんですけど、2000年になったらどうなるんだろうなと、小学生ながらに思っていました。無事何もなかったと思うんですけどね。はい。とにかく Y2K と平成レトロは被っている部分があると思います。そうですね。私が特に懐かしいなと感じるのは、たまごっちですね。皆さん知っていますか？卵型のキーホルダーで、その中にキャラクターが住んでいます。で、そのキャラクターのお世話をして遊ぶゲームです。最近ではまたたまごっちブームが来ていますね。数年前から来ていると思います。私の姪っ子がたまごっちを持っています。あとはプリクラもそうですね。私が学生の頃とても流行っていました。学校が終わった後、放課後って言うんですけど、放課後に友達とゲームセンターに行って、いろんなポーズでプリクラを撮っていました。すごく懐かしいです。あとおもちゃだとファービーがすごく流行りましたね。フクロウの見た目をした、フクロウなのかな？なんか鳥のようなぬいぐるみの目が大きくてパチパチ動く、ファービーありましたね。懐かしいですね。そしてこの30年間でテクノロジーが進化しましたね。平成の初期、1990年代はまだ携帯電話がなかったと思います。ポケベルという小さい、これもまたたまごっちのようにキーホルダーのようになっている、えー機械が流行っていましたね。英語だとビッパーかなって聞いたことがあります。知っていますか？はい。とか、2008年に私は Apple の iPhone の 3GS を買いました。確か。
2008年とか9年かな。そのあたりでしたね。はい。とても懐かしいです。あと、iMac は、今は薄型のかっこいいスタイリッシュな画面ですけど、昔は、正方形のようななんとも言えない可愛い形をしていましたね。うん、懐かしいです。携帯電話も今は薄くて長方形のものが多いんですけど、そうですね、2000年代の前半はこういう折りたたみができる、えー携帯電話、折りたたみ式の携帯電話、パカパカとかなんて呼んでたっけな。ガラケー、ガラパゴス携帯というので、ガラケーと呼ばれます。ガラケーを持っていましたね。皆さんの初めてのこの持ち運ぶ携帯電話みたいなのは何でしたか？ポケベルでしたか？それとも PHS というポケベルの次に出たものですか？それともガラケー、ガラパゴス式の携帯ですか？それとも今のと同じようなスマホですか？うん、ぜひ、教えてください。この話では、物を中心に話したんですけど、音楽もかなり盛り上がってましたよね。今も多分若い人たち、Z 世代とかアルファ世代の方たちは多分今の音楽がいいって思うと思うんですけど、やっぱり自分の青春時代、自分の若い頃に聴いた音楽っていうのは、今でも歌えますよね。今でもリズムとか歌詞を覚えていることが多いですよね。皆さんはどうですか？うん。Y2K だと、確かアブリル・ラビーンとか流行りましたよね。うん。平成だと、アイドルがすごく人気でした。モーニング娘。とかですね、がとても人気でした。AKB48 っていうのも人気なんですけど、AKB48 の前がモーニング娘。でしたね。はい。ビジュアル系も流行したのがこの時代です。はい。ラルク&シエル、グレー、そうですね。ルナシーとか。はい。多分、このポッドキャストを聞いてる人はあまりよくわからないっていう人が多いと思うんですけど、私のウェブサイトに夏メロリスト、夏メロというのは懐かしいメロディーですね。私の夏メロ Spotify ミックスを載せておくので、ぜひチェックしてみてください。ここまでいろいろな平成レトロのものやことを紹介してきたんですけど、このポッドキャストを撮ろうと思ったきっかけがあります。それは日本のテレビドラマです。タイトルはブラッシュアップライフです。英語のタイトルは Rebooting かな？ Rebooting。ちょっと発音がわからないんですけど、そのドラマの中で自分が子供の頃に見た景色や遊びとか、体験ですね。学校での体験もそうですし、友達関係のこととか、そういうのがぎゅっと詰まったドラマなんですね。Amazon プライムや Netflix にあると思います。ぜひ気になる人は見てみてください。で、これを私の友達に、シェアしたかったんですね。日本人の友達にもちろんシェアしました。で、同年代といえば、ミクリアルジャパニーズのミクさんや、ジャパニーズウィズシュンのシュンさんも、同年代ですね。なので、この間一緒に大阪で、3人で会って、動画を撮りました。で、ミクさんと平成レトロクイズをしました。そのうち YouTube の動画にするので、気になる人はチェックしてみてください。やっぱり同年代と懐かしい話をしたり、昔流行った歌を歌ったりするのはすごく楽しいですね。いや本当にいい時間でした。
皆さんの青春時代はいつですか？どんなものやことが懐かしいなと感じますか？うん、どんな思い出がありますか？ぜひ、考えてみたり、シェアしてみてください。はい、今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃ、また次のエピソードで。バイバーイ。